こんばんは。今日はちょっと突然にはなるんですけど、親へのカミングアウトっていうテーマで少しお話をしてみようかなと思います。僕の場合は、親へのカミングアウトをしている立場で、その経験について少し、お話しして、でもしこの動画を、見てくれとる人がおったら、おそらく、似たようなお悩みを抱えてる人もいるのかなと思うので、少しでも、参考になればなと思ってちょっと動画を撮ってみました。僕のお話に、なる前に、お話しする前に少し、まず言っておきたいのが、必ずしも、カミングアウトする必要があるというかしなあかんもんでもないとは思うんで、それぞれの、シチュエーションとか、場面に応じて必要とあらばした方がいいのかなとは思いますし、いや無理やなとかしない方がええっていうところもあるとは思うんで、それは各々に合わせてしていくのがいいかなとは思います。今回は僕の、経験談を少しお話ししようかなと思います。で、僕の場合は、まず母親にカミングアウトをしました。カミングアウトはするにあたって、僕の場合は、自分は、同性のことが好きだっていう、いわゆるゲイとしてのカミングアウトをしたわけなんですけど、昔からそうですね、女性の方とお付き合いしたりとかは縁あって、そういう経験もしたんですけれども、少し違和感があったというか、どうしても学校のクラスの中とかだとちょっと男の子の方が意識がいったりとかっていうのがやっぱ多くて、昔からちょっと違うなみたいな、そういうのはあったんですけど、若い時なんてそんな気づくようなことはなく、周りにそういう人がいたわけでもなく、ちょっとした気の迷いじゃないですけど、あんまり深く意識することはなく、心のどっかに閉じ込めて放置して時が経ちました。今僕は22の年なんですけど、実際カミングアウトをしたのは20歳の時ですかね。ずっと心の片隅にしまってはきたんですけど、どうしても年を取って学年が上がるにつれて、昔とかだとポケモンの話とかカードの話、ゲームの話とかっていう話題から、学年が上がるとどうしても異性の話とかそういった人間関係の話がすごく増えまして、僕の周りは少なくとも。それでどうもちょっとなんかね、あんま意識しないようにしててもどうしてもその心の中の感情というか、そういった部分はどうしても嘘をつけないというか、やっぱ感じる部分はあって、少し話題とかそういったところに違和感じゃないですけど、あんまりついていけなくなっていって、そこでちょっとストレスとかが溜まっていく時期がありまして、このままずっと生きていくんかなと思って、その友達とかそういった近くの人に加えて、やっぱ家族とかからもいやお前いつになったらちょっと彼女連れてくんねみたいな、ちょっとそういった煽りじゃないですけど、それも向こうなりに気にかけてくれて言ってくれはる言葉なんで、全然ねあれなんですけど、それがちょっと辛かったりとかはありまして、それでやっぱ周りに理解者がいなかったってこともあって、一人だったんですね、そのことに関して。誰も相談できる相手がいなくって。でもある時、20歳になるそのちょっと前ぐらいにある海外ドラマを見て、その海外ドラマはグリーっていう作品で、その作品の中にいわゆるゲイのキャラクターが出てくるんですよね。すごく主要なキャラで、そのキャラクターはアメリカのスクールドラマですごく学校の中ではいじめられて、マイノリティ少数派としてすごく迫害をされてるんですけど、それでもなお、自分の信念を曲げることなくまっすぐ生きていく姿っていうのが描かれてて、こういう生き方もありなんだなっていうところを知って、ようやく自分の
その、気持ちに対して自分のこの気持ちはええんやなっていうことで肯定し始めていって、じゃあこうやって男のことを好きになってもええんかってなって、それで考えが変わって生きていくようになったんですね。生きていくようになりました。ただ、自分自身は自分のセクシャリティを認めつつは肯定し始めてるんですけど、ただ一方で自分が認めるのは第一ステップとして、ただ周りに誰もその自分の本当のいわゆるセクシャリティとかそういった性的指向を認めてくれる人がいなくって、それでカミングアウトをしようかなって思って、カミングアウトに僕は至りました。もちろん、アプリ、いわゆる出会い系アプリとか、その同性愛者向けの出会いのアプリとかはあったとは思うんですけど、僕はその当時全く知らなくって、多分そのアプリを知ってたらカミングアウトを親にしたかどうかは今はちょっとわかんないですけど、ただ僕当時知らなくって、どうしてもその自分以外の誰かに認めてほしいじゃないですけど、ちょっと分かってほしいというか、その自分の存在をなんですかね、ちょっと認識してほしいっていうようなちょっと思いが強くなって、それで身近な人で多分言っても応援してくれるだろうなみたいな人が僕の場合は母親だったんで、まず母親にカミングアウトしました。正直驚かれるだろうなとは思ってて、最終的にはあんまり偏見のない人だったんで大丈夫かなとは思ってたんですけど、確か20歳過ぎて少しして、で僕田舎に住んでて、学校帰り駅までお母さんが迎えに来てくれて、その車の中で言いましたね。車の運転しながらやった人は危ないな思ったんで、ちょっと家の駐車場ついて、でベルト外す前ぐらいに、それでちょっと待ってお母さんって言って、実はね言って、それでカミングアウトしました。でお母さんに言った時、お母さんはすごく驚くのと同時になんか大丈夫やったって言われて、ごめんねってこれまで気づいてやれんかったなって言われて、それで何ですかね、ちょっといろいろちょっと、感情的になって、で僕もそれにつられてちょっとそのね同じくちょっと感情的になって、それでそんなにぶたれるとか何ですか、気持ち悪いとかそんなことは一切言われず、むしろこれまであんまり本当のそういったところを分かれてあげれなくてごめんねってまず言われて、でその後にこれから大丈夫かって言われて、この芸として、その同性愛者としてやっぱり生きていくのってすごく社会では難しいやろうって、もし何でか大変なこととかあったらいつでも言っといでやって、お母さんいつでも話聞いたるし、いつでも家に帰っといてなっていうような感じで言ってくれて、ほんまにね、お母さんやなと思って、それで、それ以降お母さんは結構僕のそのセクシャリティに関してすごく理解してくれて、で気軽にそういったことも話せるような関係になって、で初めて自分以外に僕がゲイだってことを認めてくれる人ができて、そこからすごく気持ちが楽になって、でそれがお母さんへのカミングアウトになりますかね。お母さんへのカミングアウトした理由は、ちょっと前にも言ったみたいに、自分以外に誰か自分のことを認めてほしいなと思って、それで言いましたね。で実際お母さんが味方というか本当の僕のことを知ってくれて、でそれからすごく自分は自信にもなって、言ってよかったなって思ってますね。
もしそのアプリとかを当時使ってたとしたら多分、そのアプリを通して、同じ境遇の人と出会ったりすることができるんで、そんなに親に対するカミングアウトについて悩まなかったとは思うんですけど、僕はちょっとアプリっていう選択肢を知らなかったんで、全く同じ境遇の人と出会ったことがなくて、だからどうしてもちょっと誰かに肯定されたいっていうような思いが強くなって、それでお母さんに言いましたね。で、父親に関しての話にちょっと移るんですけど、僕の場合は父親がそんなになんですかね、ちょっと保守的な父親ではあったんで、難しいだろうなと思ってて、それである時、確か当時クイーンですかね、イギリスのロックバンドのクイーンの、題材にした映画の「ボヘミアン・ラプソディ」という映画が公開されて、でそれを見に行った、お父さん含めちょっと親戚がもうみんな見たみたいで、ある親戚の集まりでみんなでそのボヘミアン・ラプソディの批評会みたいなのが始まって、ちょっとありえへんよなみたいな、男同士でひげ面生やした男がキスしとんでみたいな、あれびっくりしたでみたいな話が繰り広げられて、でそこいうれをちょっと聞いてから、お父さんに対してはね、ちょっと自分からカミングアウトするのは無理かなと思って、僕はお父さんへのカミングアウトは諦めました。なんでカミングアウトはお母さんにしかしてないですね。でも僕はちょっとヘマをしまして、で結論から言うと、お父さんも実際僕がそのゲイであることはもう今は知ってて、で僕からしたわけじゃなくて、ちょっとバレてしまった形にはなって、でネットフリックスがあるじゃないですか。でその履歴で僕ちょっと当時、かなりそのいわゆる LGBT 系の作品をたくさん見てしまってて、でその履歴でちょっと父親が感づいて、でバレたっていう形になりますかね。ですごくネットフリックスの履歴を見られてバレて、でそれ以降これまでお父さんすごく、彼女どうなのとかって言ってきたんが一切なくなって、けどだからといっていやお前ありえへんぞとか、その俺を僕をその更生させるような、普通のストレートにさせるようなことは別に何もしてこないので、何も言ってこなくなって、それで、いわゆるその結婚とか恋愛とかがお父さんと僕の間で少しなんですかね、アンタッチャブルなトピックになってしまって、ちょっと気まずいっていう状況がそれ以降続いてるっていうような形ですかね。なんでお父さんは自分からカミングアウトをしたわけではないんですけど、ひょんなことがきっかけでちょっとバレてしまって、で今ちょっと気まずい関係というか、そのことに関してはちょっと気まずくなってるような感じです。ただお父さんも、あえて言ってこないってことはすごく今理解しようとしてくれてるのかなとは思うので、なんでもしかしたら僕からこのことについてお父さんにちゃんと言わなきゃいけないのかもしれないんですけど、今はちょっと今はちょっとまだタイミングがなくって、まだそのことについては2人面と向かって話せてるわけじゃないです。僕の場合はこんな感じで、お母さんに対しては自分からそのどうしてもちょっと理解者が欲しくって言ったっていう形で、お父さんに対してはちょっとね、僕がちょっとヘマをしてしまって、もともとお父さんに対しては言うつもりはなかったんですけど、ちょっとバレてしまって、それで今に至るっていう感じですかね。もし身内に自分の
ことをカミングアウトしようとしてる人がもしいるとすれば、その人が本当にその LGBT とかいわゆる同性愛とかマイノリティに対して寛容かどうかっていうのは、ある程度言う前にちょっとは判断ができるかなとは思うので、ちょっとジャブを打つじゃないですけど、僕の場合はそのボヘミアン・ラプソディの批評会とかでちょっと難しいなとか、そういうのはちょっとした、カミングアウトするための指標にはなるのかなとは思います。で以上が、僕の経験というか、以上が僕のお母さんに対するカミングアウトとお父さんに対するカミングアウトにはなるんですけど、で最後にお伝えしたいこととしては、おそらくこの動画を見てくださってる人は、自分のセクシャリティもしくはパーソナルな部分ですごく悩まれてる方なのかなと思います。で、そういったところで悩む時ってすごく不安で心細くて、で実際自分以外に味方がいないんじゃないかって思ってしまう時期が来るのかなって思います。で僕の場合は実際カミングアウトするまでは、自分一人の自分の頭の中だけで考えて、でそれでどうしようかなって、視野も狭いのに自分の頭の中だけで考えて、で何も答えが見つけられなかったんですけど、僕の場合はドラマに出会って新しい生き方を知って、でお母さんに言って、で僕以外の初めての理解者を得て、で自分以外の誰かが自分のことを分かっていて、それでいてなお応援してくれてるというか、支えてくれてるっていうのはすごく心強いことかなと思うんで、僕は今実際そのお母さんとの今の関係がすごく心強いですし、でその、心強い味方がお母さんじゃなくても、友達もしくは、ネットとか他の出会いを通して出会う自分と同じ立場の人でも全然いいとは思うんですけど、自分以外の誰かに分かってもらってるっていうのはすごく心強いことかなと思うんで、すごく難しいことなんですけど、自分一人で悩まずに誰か他の人に分かってもらえるっていうのはすごく心強いってことが一番お伝えしたいことになるかなと思います。はい。で今日はこれで、今日の話はこれで以上になります。最後まで聞いてくださった方はありがとうございました。じゃあ今日はこれで以上になるので、じゃあ皆さんおやすみなさい。さよなら。